はい。はい、ということでベトナムじゃなくてベルリン2日目です。はい。今朝の9時半、少し朝ホテルでゆっくりしておりまして、今から朝ごはんを食べに行きたいと思います。はい。ホテルから一番近い駅、スタッドミッテの U2 っていうラインで行きます。はい。今日は曇り、天気はあんま良くなさそうだね。そうだね。でも寒くはないね。気温は全然半袖でちょっと肌寒いぐらい今朝。でも朝が一番寒くて夜は暖かいから大丈夫だと。そうだね。なんか雨マークがねついてるから、もしかしたら時々降るのかもしれないけど、まあパラパラ。ゴアテックス一応持ってきたから、はい大丈夫かな。昨日はさ、ケチって1日券となって1回券買ったじゃん、3回。だけど今日はいっぱい乗るから24時間券買うか。はい。バス、トラム、電車乗り放題。はい。で、今日の予定は19時からコンサート、ベルリン交響団オーケストラっすか。オーケストラ。はい。めっちゃさ、席なくなってたんだよね。ほぼ満員な感じかも。今日日曜日でしょ。今日日曜日だから人多いかも。でも平日全然やってなくて。あ、そうなんだ。そうそうそう。それか今日の指揮者が人気か。有名な人なの。なんかね、賞を取った人って書いてあった気がする。指揮者注目っすね。チケットはネットから。そう、事前に日本にいる間にネットで買いました。はい。English。これだね。AB 区間の24時間チケット。これゾーンが決まってて、AB とか BC とか、空港行く場合は ABC。私たち空港行かないので AB で。基本観光だったら AB で大丈夫だよね。おそらく。で、セフェラルチケットをして2 by now。いくらですか。1人 10.60 ユーロです。1回券が 3.8 だね。それでこの4回券っていうのが 11.60。でも4回券を22で使おうっていうのはできないらしくて、1人4回。1人4回なのでこっちの方がお得。来た。打ち込むと隣にある機械で。でも24時間券だから別に。いやでもいつから始まったかわかんないから。そうか。すげえ粘ってる。もう大丈夫。ローザ・ルクセンブルクプラッツ駅です。はい。15分ぐらい。本当？もっと短かったんだけど。あんな感じでベルリンは落書きが多いです。壁に。そこら中落書き。今日は日曜日なんでみんなのんびりですね。そうだね。コーヒー一生待ってましたけど列がもうどんどん長くなってくる。中置いてるのみんな持ち帰りってこ多分。あとなんか動線が悪い。それでは念願のシナモンロールいただきます。太陽熱っ。うまい？普通のミルク？なんか
かさ、ミルクの種類が3つぐらいあって1個がチャイって言われたのは分かったの。チャイミルクって。何それチャイ。なんかもう1個行きたいカフェにチャイミルクラテっていうのがあって、ミルクがすでにチャイの味なんだって。だからもうチャイラテみたいな、それ飲んでみたいんだけど、多分ここにもあったっぽくて、カプチーノを多分チャイミルクで作ることもできた。うまい。うまい、一番うまい。いただきます。やめて。これ塩落とすんだよね。そうなの？いや、わかんないけど。違ったっけ？で激うまポンマル。何これ？シナモンロール。シナモンバン。うまっ。生地が柔らかくてシナモンの味がすごい濃い。美味しい。うまい。レシートもらうのって言わないと大体ヨーロッパの国レシートくれないからさ、言うの忘れちゃう。日差しやば。美味しいじゃん。うまい。塩落とした方がいいよ。しょっぱい。なんかベルリン湿度高いよね。高い。コペンの寒さと半々にしてほしい。うまっ。好きプレッツェル。ケンちゃんほどは好きじゃないと思うけど。これなんとも言えない、このなんていうの、癖。わかる？風味。それクロワッサンプレッツェル。これも美味しい。うまい。てか暑い。暑い。やばいかも。一回帰ってコンサート前にシャワーだな。着替えなきゃいけないし、ちょっとおしゃれ仕様にしないと。これは美味しいぞ。みんな何買ってた？バラバラ？バラバラかも。でもこの四角いののアップルシナモン、とこのシナモン結構人気かも。プレッツェルも人気。明日もここでいいぐらい美味しい。もしかしたらドイツのパン屋美味しいかも。ドイツパンうまいでしょ。ポテトとパン。ポテト食べたい。隣にさポテトあったら最高じゃない？甘いの食べてしょっぱいの。市場のうまかったよね。美味しかった。全然そんな期待してなかったからびっくりしちゃった。はい。ケンちゃんがこけました。盛大に。マジ初めてかもしれない、こけたの。大人になってあんなにこける人いる？やばい。階段がさめっちゃ濡れてて。で俺 B さんなんで。このサンダルさ危ないよ。滑って靴じゃない。そのままケツから5段ぐらい滑って落ちました。それでさ、ケンちゃんのこと持とうとしたの、こう滑った時にね。でケンちゃんも捕まったんだけどさ、重たすぎてはい、今駅降りてきたんですけど、駅構内にある証明写真のお札のとこぶっ壊されてる。治安悪い。だいぶ治安悪いよ。でもそのまま放置されてるっていうのがやばいよね。ね、直そう。直してもまたやられる。はい、ということでポツダム駅の上に来ました。はい、滑ってからね。はい、ここがポツダム広場っていうらしい。なんかまだそんな賑やかじゃないけど夜なのかな。そうだね。屋台とかはちょいちょい出てるけど、ソーセージとかケバブ。そんなに広くもないね。あとはジャンプするなんかトランポリンとかもあるね。あとちょっとしたメリーゴーランドみたいなやつ。じゃあ歩いてブランデンブルク門の方に行こうと思います。はい。ショッピングセンターかな。そう、ソニーセンターっていうんだ。ソニーセンター。ソニーセンターって日本のソニーってこと？はい、ソニーセンター。ブランデンブルグ門。ブランデンブルク門。ブランデングルブ門に向かっている途中の公園ですと。ホロコースト経由で。
ホロコースト経由です。駅から10分ぐらいかな。公園通り抜けて、ホロコースト記念碑に着きました。はい、怖いのでちょっと中には入らないんですけれども、こんな感じです。ここは2005年に作られたんだって。なんか普通にみんな入っちゃってるし、記念碑に乗っちゃってるし、そういう感じなんだね。確かに座って話聞いてる人がそうなのかな、あの辺の。600万人だって12年間で。結構さ、コロッセオもそうだけどさ、人間の3、40年前とか、コロッセオはもっと前だけどさ、残酷だよね。はい、ということでブランデンブルク門に着きました。はい。大きいね、やっぱ。大きい。これなんか復元されたんだって。だからずっと昔からあるわけじゃないらしいんだけど、18世紀の有名な門で12本の動リア式円柱に支えられ、上部にローマ神話の女神の像が載っている。高さは26メートル、幅は65.5メートル、奥行きは11メートルで砂岩でできている。人はベルリンにしては結構いますね。なんかベルリン人少ないね。人少ない。他の観光地に比べるとやっぱちょっと少ないよね。今日日曜日なのに市場やってたんで、ちょっと寄ってきます。超でかいじゃん。いくらこれで7キロ7ユーロ。にぎわってるね、マーケット。にぎわってます。あ、なんか面白そうなゲームしてる。ゴーリーを探せ。いや、同じ道行けるようにすんじゃん。紐引っ張って。あ、UFO キャッチャー。お、アーム弱そう。それいいね。Bitte jetzt nicht mehr ins Spiel einsteigen, denn alle unsere Quiz-Champions haben hier schon einige Fragen gelöst. あれがケバブですね。有名だよね。有名なケバブのお店、大行列ですね。そのもう少し先っぽがカレーブルスト。それではカリーブルスト頼みたいと思います。こちらが有名店カリー36。なんかカリー61っていうのもあって、本当は今朝朝食を食べた後にその辺り行こうと思ったんだけど、朝食食べてショッピングしてそのカリーブルスト食べたかったのね。だけどショッピング店、お店がほとんど全部日曜だからお休みで、朝食の後にすぐカリーブルスト食べるのは不可能だったので、こっちまでちょっと戻ってきました。はい。でもね、この店舗の方が有名だと思う。36。はい、メニューです。メニュー。ソーセージも2個、2種類あるかな。なんか長いのと3つあるね。長いのとちょっと短いのと白っぽくて、右側が普通のかな。線が入ってる。頼みました。ソーセージ1本とポテト単品でそれぞれ頼んで、両方とも 2.6 ユーロで合計 5.2 ユーロでした。マヨとケチャップはいらないって言ったんだけど、聞こえてなかったのか乗せられちゃいました。返事してたんだけど、昨日めっちゃケチャップとマヨが濃くてなんか邪魔だったので、ソーセージは皮なしと皮付き両方種類があるので皮ありにしました。あとは、ビーガン用とか、なんかオーガニックっぽいのとか、ソーセージも種類がいくつかあったんだけど、私は普通にカリーブルスト上から2番目のやつって言いました。さあどうでしょう。いただきます。うまっ。美味しいね。
いらないよね。とんでもない量もらえるのが入ってる。やばい量だよ。なんかポテトさ、ちょっとコンソメみたいにしよう。このパウダーポテトは昨日とは違って細系ですね。美味しいよね。細くても美味しい。なんかカリカリじゃない？外がね、絶対ポテトの種類が美味しいんだと思うんだけど、この感じ。でも昨日の方が好きかも。わかる。ちょっと感動的なうまさで、あのポテト。昨日の本当美味しかったです。もうちょっと太いよね。一番のやつが本当美味しくて。ソーセージ自体も昨日のやつの方が好きかも。量も昨日のやつの方がすごい多い。そうだね。なんかもっとボリュームドーンって感じかと思うんだけど、そうでもないよね。あとはソーセージをいっぱい食べたい人はカレーブルスト2本とポテトのパンなんです。パンでついてなんかセットみたいなのがあった。それは 5.5 ユーロ。これより 0.30 多い。左側にあったのが皮なしソーセージ。そうそうそう。チェックポイントチャーリーは冷戦時代の象徴だった国境検問所です。今では観光名所になっていて、ベルリンの歴史を体感できるような場所になっています。検問所の建物はレプリカとして再建され、写真スポットにもなっています。西側のアメリカと東側のソ連が直接向かい合った象徴的な場所になっていて、あなたはアメリカ地区を離れますという看板も見ることができます。はい、ということでさっきのチェックチャーリーポイントから歩いて5分ぐらいのところのテロのトポグラフィーっていうベルリンの壁が残ってるところに来ました。これは本物？本物。で、下に説明とか、あと博物館もあるらしい。あっちか。あれが博物館ね。さっきのさところからこう平行に歩いてきたから、やっぱりさこうなんだね。そうだね。こういう風に。なんかコンパスだとさ、あっち側にして出てくるの。そしたら南北でさ分断してるように見えちゃうんだけど、東西がこうじゃなかった。分かってる人いたら教えてください。ちょっと後で調べます。はい。ベルリンの壁は旧東ベルリンと西ベルリンの間に1961年8月13日に建設されました。第二次世界大戦後、ドイツは東西に分断され、東側はソビエト連邦の影響下、西側はアメリカ、イギリス、フランスの影響下にありました。当時、西ドイツは高度経済成長期にあり、仕事の給料や生活水準が東ドイツより明らかに高かったそうです。また、東ドイツは共産党独裁体制だったので、言論や報道、旅行の自由が制限されていました。これらの経済的、政治的理由で、1961年までに約250万人が東から西に移住しました。今から早めの夜ご飯を食べに行きたいと思います。はい。7時からコンサートで6時ぐらいから入れるっぽいので、まだ4時なんですけど、夜ご飯のレストランに向かいたいと思います。はい。初めてのバスはい。来るのでしょうか。何番のバスですか？200番。200ここ番。に書いてある。200番のバス。ホテルの目の前のバス停なんだけど、一応 Google だとめっちゃ何本もしょっちゅう来るのね。なんだけど全部が40分
まだ1回も見てないね。コペンでは見たけど、途中で気づいたんですけど、赤い看板にテンポラリー使えませんみたいなアウトオブサービスって書いてあったので、バスチャレンジ失敗。隣のバスの駅ちょっと遠いので電車で行きたいと思います。はい、じゃあ電車で行きましょう。アレクサンダープラッツ駅に着きました。はい、すごい大きい駅だね。木。出てきたらすぐにテレビ塔がありました。なんか若い人多いから原宿的な駅かな。ああ、そうかもしれない。ここから歩いて5分で夕食のお店です。はい、大量の堀川が。堀川大量発生。見回りの時間かな。お店に着きました。はい、まだ混んでないね。ベルリナーキンドルですか。ベルリナ違うな。もっと長い名前だった気がする。行こう。はい、あ、じゃあカルトって何？外にする？気持ちいい。外にしようか。はい、店内着きまして、私はカリーブルスト、これ頼みたいと思います。でポテトが多分この中から選べるんですけど、15種類の中からポテト、好きなポテトが選べます。例えば4番のポテトパンケーキとか、5番のファーマーズフレンチフライとか、11番のポテトサラダとか、なんかいろいろ種類があるみたいなんで、ベイクドポテトとか。私は5番のファーマーズフレンチフライ、もしくは9番のフライドポテト、定番のやつですね。これを頼みたいと思います。で、あなたは？私ははい、バウエルンフルストゥックアルタフリッツ飲みます。はい、火通ってるか一応確認します。はい、あとビールおすすめ聞いて1本頼みます。はい、以上です。はい、店員さん呼んできます。すごいタイミングでパリピが来ちゃった。黒ビールを頼みました。はい、乾杯。僕炭酸水です。うまい。昨日のより好き。あ、そう。苦くて美味しい。戻ってらっしゃいます。このビールの方がビール感ある。昨日のはすごいすっきりしてて、フルーティーだったんだけど。黒と何が違う？味が違う？味全然違う。ちょっとまして。お店の方は上からね、一番上と上から2番目をおすすめしてくれたんです。ああ、すごいね。すごい大きいのが来ました。食べきれるでしょうか？なんていう料理だっけ？すぐ忘れちゃう。日本語だと農夫の朝食っていう軽食らしいよこれ。やばくない？メインメニューじゃないの。だからポテト選べない。ピクルスがすごいね。卵となんかキッシュみたいな感じだよね。多分オムレツって出たから、卵とベーコンとポテトが入ってて、フライパンのまま運ばれてくる料理だし。中はこんな感じです。この平たいポテトがいっぱい入ってます。いただきます。おいしい。これ相当なポテトの量だよ。やばい？めっちゃポテト。美味しい？美味しいけど、すごいわこれ。食べきれないよね絶対。ベーコンの塩味がアクセントになってて、ポテトは全然味付けしてないんだけど、熱いっしょ。ちょうどいい塩味で美味しい。こんな感じで見えるかな。卵が入ってる。なんか不思議だね。グラタンみたいなホワイトソースじゃない。味付けほぼ塩だけじゃないベーコン。なんか、
若干キッシュに近い。とキッシュに近い。卵感がね。卵が焼けてる感じ。おいしい、結構好き。まあ、これ食べてみる。確かに味が全然濃くないから食べやすい、すごい。私のご飯みたいじゃない。がっつり系ソーセージですね。これまた太いですね。今までで一番太いんじゃん。ジャンクで。本当にみんなこればっか食べてんのかな。うまい。あれ塩足してるね。このヨーロッパ旅で初めて出る。うまい。塩を足すの。これは5番のフレンチフライです。あ、美味しいね。なんかチリペッパーみたいなのがかかってるね。どれ？コンソメなのかな？コンソメじゃない気がする。辛くないチリペッパーみたいな。なんかポテトがすごい外がサクサクしてるんだよね。なんかここもご飯出てくるまでに時間かかるって書いてあったんだけど、人少ないからかすぐだから。ちょっと早いもんね。時間。なんかソーセージさ、粗挽きじゃないよ、全然。チューブみたいな。魚肉ソーセージみたいな。こんな感じ。ね。ドイツ味濃くなくていい。プルスも優しい味だ。まだ激うまなソーセージには出会ってないですね。ポテトはすごい美味しい。やっぱりなんか外の皮がはち切れるぐらい、中からこう出てくる感じわかる？あそこの揚げてたからね、ポテトと一緒に。もうカットしてあるソーセージを丸揚げ。これも揚げっぽくない？ここら辺。確かに揚げっぽいかも。相当なカロリーだよ。マジで太ってるこの旅。やばい。台湾の時みたいに食べ続けてはいないけど、一回一回がボリューミーだしカロリーがすごいから、家帰ったらしばらくサラダ生活だ。マジでチキンで鶏胸とサラダ、卵。ピクルスどう？美味しいよ。でも味薄め。あ、本当だ。浅漬けみたい。これ家庭料理なんだって。だからかもしれない。これ見えますか皆さん。こういうのがずっと浮いてるんですよ。なぜかヨーロッパに。何ですかこれ？花粉？それで発作起きてるかもしれない。マジでこれ浮いてない？しょっちゅう顔に当たるんだけど。美味しかったね。はい。ちょっと量多くて食べきれなかったので、私は持ち帰り弁当にしてもらいました。はい。ここはチップがなかったの。カードでお会計したんだけど、そのまま何も聞かれず38ユーロお支払いしました。はい。で、トイレめっちゃ綺麗だったし、店員さんもすごい優しかったし、優しい。ご飯の提供スピードも速かったし、良かったと思います。テラスも気持ちよかったしね。はい、ということでベルリンフィルハーモニーのコンサート会場に着きました。はい。演奏会仕様です。そうなの？ちょっぴりちゃんとして見えるでしょ。まあ普通ですね。意外とみんななんか襟付きとかしてる人もいるし。でもカジュアルでもいいとは書いてあったけどね。ちょっと中で様子見ますか。気休めでちょっと襟付きみたいな感じにしました。はい。じゃあここ入り口なのかわかんないけど入ってみようか。あっちにもすごい人いっぱいいるけど。バス乗り場はそこでした。はい降りてすぐ。降りて目の前ですね。フィルハーモニー駅で降りてすぐ。はい。とりあえず入ってみよう。あそこ人いるのはなんかな。まあいいか。5時56分っていう絶妙な時間になってるかね。なんなん？さっきも1時15分ぐらいになってたよね。なってたね。さっきの入り口から入ったら、係の方がいてチケット見せたら、ここは小さいホールだから、大きいホールのはもっと奥に入り口があるって言われて、
今もう一回外を歩いてます。はい。人がいっぱいいるとこだね、きっと。そうだね。みんなの服装ちょっとチェックしないと。デニムいっぱいいるよ。 T シャツいる？いる。前の方、なんならノースリに近い T シャツ。そうだね。じゃあ大丈夫です。 B さんいないっす、さすがに。そうだね、それはちょっとやばいかもね。さすがに。さすがにね。あとあれでしょ、チャッピーによるとガラガラの T シャツで来ないでくださいって言ってた。中に入りました、はい。まずはお手洗いに行ったんですけれども、出てくるときすごい行列だったので先に行っちゃった方がいいと思います。はい。トイレはいっぱいあるんだけどね、うん。人が多い。はい、そして私たちの席はブロック A の3列目で、入り口どこって聞いたら左奥の方って言われたので、多分こっちの方、入って左奥。バーとかがあるところの近くだと思うんですけど、まだ空いてないみたいなのでしばらくちょっと待ちたいと思います。はい。結構敷居高そうっすね、みんな。そう、来てる人たちがなんかしっかりしてますよね。オーストリアの時もっとだったかも、ウィーンの時。ちょっとでもみんなデニム系だからカジュアルな人。まあそれはそうだろうね。こうそれでは席に座りましたので演奏を楽しみたいと思います。30分前。はい。2時間だよね。うん。でも間に20分休憩あると。うん。私たち空いてた席がここか、今見える一番奥、高いところ。舞台向かって右奥の3列目とかだったの。うん。でこっちの方が高かったんだけど、あんな後ろじゃと思ってこっちにしたらめちゃめちゃ近いです。確かに。音響がどうなのか気になるけど、でも多分そんなに古いホールじゃないから全員がうまく聞こえるようにできてるとは思うんだけど、形も不思議だし。はい。ではまた。終わりました。はい。すごい良かったね。ちょっと俺にはレベル高すぎたね。なんか美しすぎた。なんか前半のなんて言うんだっけな、トルフガングリームトランスティウスみたいな、うん。前半と後半で分かれてたんだけど、うん。前半の20分のがすごい現代的すぎて、うん。めちゃめちゃカオス。メロディーがあるとかじゃない感じの、もうみんなこうぐわぐわ混ざってるような感じだったの。うん。だからこれは相当レベル高いぞ、わかんないぞって思ったの。いや俺さ途切れるかなと思ったらさ20分連続でやったからさ、1回目いやいつ終わんのと思ったけど全然終わんねえからさ、1曲だもん。1曲20分だ。1曲なっけーと思ってその後20分休憩があって後編だったんだけど、後半はアルプス交響曲っていうのかな、イヒャルト・シュトラウスの、もうほんと50分ぶっ続けの交響曲なんだけど、交響詩っぽい交響曲だから全部こう最初から最後までお話みたいになってるんだけど、その後半はすっごく綺麗だった。
し、隣のね子がたまたま日本人だったの。そう、席のねそう隣の子がね日本人で話しかけてくれたんだよね。そう、日本人ですかってうちらがさ日本語で喋ってたから話しかけてくれて、ですごい優しい子でね、そう雰囲気優しい感じのね、でいろいろ教えてくれたんだよね。そうなんかその子は大学でホルンやってるんだって、サークルで。今回の交響曲が普段じゃ考えられないぐらいホルンが入ってる曲らしくて、彼はホルンが好きだからすごい興奮してて、台に上がらない人の中にもホルンがいるって教えてくれて、だから隠れホルンみたいな、なぐらいホルンの人数が必要な曲だからめったに弾けないし、なんだっけな、教えてくれたの楽器はねヘッケルフォン、ヘッケルフォン、ヘッケルフォンっていうのとワグナーチューバっていう珍しい楽器も聞いたことないよね。聞いたことない。そう今回はあったらしくて、そういうのもあるんだよって教えてくれたりとか、あとなんかその交響詩の真ん中ら辺に雷が鳴るシーンがあるんだけど、そこで使うなんかこうくしゃくしゃしたアルミホイルみたいな巨大な、いたね、パーカッション、が後で鳴りますとか教えてくれて、鳴るときさパーカッションの人が立ってさそこに行くからさ、来るぞ来るぞと思って予習できてすごい良かったね。一人旅してるって言ってたね。ホルン君はフランクフルトでオケ聞いて、今日ベルリンに来て、ベルリンでまたオケ聞いて、今日来たんだ。朝来たって言ってた。それでまたしばらくしたらウィーンに行って、ウィーンでも来たんだって。でね、そのオケのね費用がかさむじゃない。だからご飯は高いもんね。そう節約でカップヌードルとカロリーメイトいっぱい持ってきたって言ってたいい一人旅だよね、相当なんだろう記憶に残ると思う。食より音楽って言ってたもんね。大学生の時の一人旅でさ、そうやって一人で頑張ってやりくりするってさ、相当いい経験ですごいよね、一人で来ちゃうってね。でもパンフレットのドイツ語少しわかるって言ってたからすごいね。すごいね。で私がソルフェージ小さい頃からやってたからさ、チェロとかやってたんだよって言ったら、僕も親が小さい頃からソルフェージやらせてくれればとか言ってじゃあすごい好きなんだね、やっぱり。ホルン君の隣に来た若い男の子たちもさ、もう大興奮したの。あ、そう。途中でもう笑っちゃってた、もうすごすぎて興奮しすぎてそうなんだほーってなってたよ。打楽器、とか出てきた時とかホルン、サラさんなんか有名な人いるんだけど、言ってたね。隙間から見えた人でしょ。そうそうそう、広報活動に力入れてる人、インスタとかめっちゃ上げてた。その人が吹いてる時とかもうってなってた。すごいね、すごい世界だ。あと指揮者イケメンだった。指揮者はイケメンめちゃめちゃかっこよかった。若いよね。30歳だって。30には見えないね。私たちの位置が左下らへんだったから、前から3列目のね。そうそう、いい感じに指揮者がこうコンマスの方をよく見るから。そう、体振りまくってたわねコンマスっていうバイオリンのトップの人、指揮者の次にこう偉いとされてる人こう向くじゃん。その時にもううちらの方向いてんだ。振りすぎて。そう、振りすぎてもう柔軟剤の CM みたいにはーんってなってたよね。いやー、イケメンだったな指揮者。よかったね。これは相当価値あるわ。いや、よかったっすよ。けどやっぱ一回も予習してない曲だから、なんかもうカオスって感じだったけど、そうだね。ちょっと聞いとけばよかったなとは思う。聞けんのあれ？聞けるよ。聞けるんだ。ホルン君はフランクフルトから今日来るとき、3周したって。このいや、好きだな50分3周したって。好きだなホルン君音楽。石見ね、ホルン君。いやいや、それ言っちゃうめじゃん。いや、よかったよ、これは。なんかウィーンの時よりも、なんかユニークだったから、ウィーンでもオケ聞いたんだけど、ウィーンで聞いた時はもうちょっとこう、なんだろうな、日本でも聴けそうな曲のチョイスだったし、
か人数ももっと小規模だったの。今日のさ人数すごくない？多いんだあれ。めっちゃ多い。めっちゃ多いんだ。もうだって溢れんばかりいたじゃん。そうだね。それで上のオルガンも使ってたし、あれはすごいですね。なんかもうちょっと上の方から見たかった。やっぱりそうだね。席がちょっとね、ここいい席だなと思って撮ったんだけどね、前から3列目で。そうだけど結局そこの50センチ上とか1メートそうルぐらい上ステージが上なんだよね、格闘技みたいにあんな上じゃないけど。そうそうそう。だから何列目ぐらい、10列目とかがいいかな、もっと上かな。ホルン君のおすすめのコスパいい席はやっぱ2階席の前列っていう。ああ言ってたね。俺いいなと思ったのは、空いてたらね、オーケストラの人たちがいるところのサイドの上、サイド2階、そうすると上からこう見えるじゃん、近くで。しかもそこがいいかなと思ったんだけど、どう？でも音的には前がいいと思うけどね。そうなんだ。ホルン君はホルンファンだから後ろの席がいいって言ってたの。ホルン巻き込んでるからね。そう、後ろにホルンは人がいるからだいぶホルン好きだな。だけど私はどちらかというとビオラとかチェロの音色の方が好きだから、まあ右寄り。今回のさオケがファーストバイオリン、セカンドバイオリンで、こっちにビオラ、チェロみたいな感じだったんだよね。それがさファーストセカンドって横で分かれてる時もある。だけど今回のはこうだったから分かれ方が、そしたらまあ中央でも右でもどっちでも上でも、まあいいんだけど、まあでも弾けただけで十分ですね。良かったと思います。はい、ということでホテルに戻ってきました。今日はポテトもう一軒行きたかったんだけど、ちょっと夜ご飯がヘビーだったので、そうだね。また明日に繰り越したいと思います。はい。今日も満喫したね。電車の24時間チケット買ったから歩いた歩数、だいぶ少ないと思う。このヨーロッパ旅行の中で一番少ないんじゃない？本日19,500ですね。少ない。でも月曜日18,280です。そうなんだ。はい。月曜日はナポリ2日目ですね。アマルフィとか行った時。なるほど。アマルフィポジターノ。確かに移動が多かった。はい、ということでオーケストラのチケットは公式のホームページで取ったんですけど、日付を選択して席を選んでもうすぐ購入っていう感じですごい簡単でした。はい、公式のホームページから。はい。3週間前ぐらいに取ったかな、俺らは。そうね。席はなかったね、あんまり。全然なかった。だからもっと早めに取ったのかもね。あと今日のやつ多分指揮者がすごい人気だから。イケメンだし。多分人気だからない。2日前とかもあそこの同じホールでやってたんだけど、違う曲は全然まだ。指揮者も違うの？指揮者も違う。マルケーチはまだ全然。メンバー違うけど。で、明日はベルリンラストになりまして、夕方フランクフルトの電車で4時間かけて移動します。はい。明日は多分フランク着いて夜ご飯も食べずに寝ちゃうかな感じなので、ベルリンでなんか食べれるものがあって電車移動でます。はい。ちょっとホルン君がねフランクフルトから今日来たんだけど、駅前薬物な感じで治安悪いって言ってたので、はい、気をつけたいと思います。はい。では本日の動画も面白かった、参考になったという方はグッドボタンとコメント、チャンネル登録お願いします。はい。また次の動画。はい。バイバイ。